ブレンダーで 3DCG に100時間チャレンジしてみました。初心者は一体どこまで作れるようになるのか。単純なビフォーアフターだけではなく、ブレンダーが気になっている人の参考になる動画を目指したので、ぜひ最後までお付き合いください。何ができて何ができないソフトなのかをそもそも知らないので、まずは初心者向けの本でチュートリアルをこなしていこうと思います。ソフトのダウンロードの仕方から書いてあって、めちゃくちゃ親切な本なのだ。では、ソフト、オープン。何なのだこの四角は。どうやらソフトに初期装備されているのが、この立方体のほか、平面、球などらしく、これらを伸ばしたり縮めたり分割したり組み合わせたりして、思い描く形に近づけていく、それこそが 3D モデリングであるとのことです。へえ、そんなことができるのけ。なんかセンスと改善に発想力勝負って感じなのだ。お手本通り進めると、完成。まだ開始から1時間ちょいしか経ってないのにそれっぽくできてるのだ。ではこの調子で他のものもどんどん作っていきますね。こんな感じで、いろいろな初心者レポをこれからも投稿していくので、気になる方はぜひチャンネル登録、フォローしてチェックいただけると嬉しいのだ。じゃーん。めっちゃ可愛いのだ。ということで本1冊完了しました。ここまでで17時間ですね。では、お手本がなくても 3D モデルが作れるようになっているのか、何か作ってチェックしてみましょう。何を作るのだ？そうですね。最初は写真とかを見ながら作れるものがいいですよね。はい、完成。普通に作れてるのだ。てかめっちゃリアル。すご。そうなんです。このソフト、リアルに作るのはむしろ簡単みたいなんです。そうなのけ？例えば金属を作りたいな、という時は、このメタリックのスイッチを上げれば、ほんとだ。一瞬で金属っぽい見た目に。同様に、ガラス、プラスチック、ゴム、いずれも簡単に設定ができちゃいます。すごすぎるのだ。ただし、デフォルトの設定項目をいじるだけで表現できる質感は簡単なのですが、それ以上の細かい設定については、100時間経った今も理解しきれていません。これがその設定画面。なんかめちゃくちゃ線が繋がってるのだ。今は初心者向けの動画を見ながら設定してますが、ここをマスターしたければ別途勉強の必要がありそうです。ということで完成しました。コロナ禍の在宅社畜時代に住んでいた部屋です。うわ、蛍光灯の光までリアルすぎるせいで、明るいのに陰鬱な部屋の空気が伝わってくるのだ。てかこのゴミなんなのだ？捨ててよ。当時忙しすぎてなかなか捨てに行けなかったんですよね。24時間ゴミ出しできるマンションだったんですけど。部屋も殺風景だけど台所はそれ以上になんもなさすぎない？当時忙しすぎて流し含め一度も使わなかったんですよね。退去時にびっくりされました。よくこんなおぞましい部屋を再現する気になったのだ。せっかくなので私を作って配置しようかと思いましたが、ちょっと部屋作りで HP を削られすぎました。社畜時代の嫌な記憶がフラッシュバックするせいでしょう。こんな題材選ぶからそうなるのだ。そこでこれを試してみましょう。AI モデリング。画像から 3D モデルに変換してくれるサイトだよね。すごい精度だって聞くのだ。ここに私の画像を入れて、ポチ。ワクワクワク。まあ、私のアバター、簡単なので自分で作ってもそんなに時間かからないと思いますのでね、自分で作りましょう。本当に秒でできたのだ。ツンツル点だからな。確かボンを入れれば手足を簡単に動かせるようになるはずなので、YouTube の解説動画を見ながらボン入れてみます。参考にした動画は概要欄に貼るので、気になる人はぜひそちらをご確認ください。できました。これで動くのけ？いえ、各ボンに対し側などの部分が追従するか設定する必要があるそうです。ただ、ソフトの方である程度自動判定してくれるので、それを修正すれば OK。ありがてえ。これでボンをつかめば、動いたのだ。表情も動かせるように設定しました。めったに開いてない目が開いてる。簡単にアバターを動かせるようになりましたし、アニメーションも作ってみましょうか。アニメーション、難しそうなのだ。いや、それがそうでもなさそうですね。動かしたいボンを選んで、動かしたい位置まで動かして、キーフレームを打つだけです。カメラも同じような感じで動かせました。へえ、じゃあ他の動画編集ソフトと同じような操作感なのだ。ただ、めちゃくちゃ大変なことが一つ。何よ？
レンダリングにめちゃくちゃ時間がかかる。ああ、でも動画編集とかしてても重い演出入ってると時間かかったりするし、仕方ないんじゃない？いやでも、10秒のシーンを出力するのに30分とかかかるんですよ。でも出力前にプレリューとかできないのだ。できますけど、出力後に比べれば動きがだいぶもったりしてるので、一度レンダリングしてみて、表端と違う、となり、またレンダリングし直し、ということもしばしば。今回何シーン作りたいのだ？25シーンです。仮に1シーン出力するのに30分だとすると、出力だけで 12.5 時間かかるのけ？ PC のスペックの問題なのでしょうか。ブレンダーの推奨スペックと私の PC のスペックはこんな感じです。メモリがちょっと心もとなさそうなのだ。引き続きアニメーション作成と虚無時間を黙々と繰り返していきます。他に難しいことは特になかったのけ？やっぱりシミュレーションが難しいですね。シミュレーション？ブレンダーでは現実世界の物理法則をシミュレーションして、布の揺れや液体の流れる様子など、手動では作るのが難しいものも作ることができるのです。すごいじゃない。ただ、ある程度ブレンダー側に計算を任せることになるので、意図した計算結果を引き出すのも初心者には難しく。布団が浮いてるのだ。かと思えば貫通してるのだ。まあ、こんなもんですかね。初心者は妥協も大事。あれ、今度は何作ってるのだ？いや、実はこのレポ動画を投稿する一歩手前というところまで来てたんですけど、全然サムネがいい感じにならなくて。まあ成果物がこのパッとしない社畜部屋じゃね。仕方ないのでサムネ用に別のセットを作っています。また布のモデリングに苦労してるのだ。カーテンでこんなに苦労していると、衣装とか作っている人たちの凄まじさを思い知りますね。はい、では、完成。おお、これは映える。さっき作った部屋は光源が蛍光灯のみでしたが、今回は窓からの夕日や間接照明、モニターなど光源を複数用意しました。ライティングにこだわるとすごいしっかりした絵になるのだ。はい、では元の作業に戻りまして、やっと全シーン出力し終わったので、動画編集ソフトでまとめていきます。軽い、嬉しい。まだできてないのに開放感がすごいのだ。はい、ってことで完成。5時間睡眠の後、毎日違う時間に起きる。起きたらまず仕事の連絡が来てないか確認。早朝に上司やクライアントにメールを送りつける。長くなっちゃうのでフルバージョンは別の動画としてアップしますね。苦労してまでこんな内容のアニメーション作って楽しいのけ？はい。じゃあ切りのいいところまで行ったので振り返りです。お疲れ様でした。今回の感想をどうぞ。初心者でも何もかもリアルに作れるのでめちゃくちゃテンション上がりました。特に家具は初心者でもすぐ作れますし、作るのに時間もそこまでかかりません。でも独学ってつまずいたりしないのけ？ブレンダーの操作に慣れるまでに少し時間は必要ですが、初心者向けのチュートリアルをいくつかやれば基本的な操作は問題なくマスターできると思います。もし本やオンライン講座を購入するときは自分が使いたいソフトのバージョンに対応しているか必ず確認するのだ。つまずいてしまった時はスクリーンショットを AI に送って質問しましょう。初心者のトラブルシューティング程度なら AI の回答でほぼ事足ります。 AI は何でもいいのだ。何でもいいと思います。私はチャット GPT とジェミニを使いましたが、雑に質問してもどちらも精度高く回答してくれました。ブレンダーは利用者が多いので AI が参照できる情報量が多いんでしょうね。ということで今回は初心者が 3D アニメーションを作るまででした。まだ機能の一部しか使っていないので引き続き勉強してまた面白いものを作れたらなと思います。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。もしよければグッドボタン、いいね、コメントなどで応援いただけると嬉しいです。誠に勝手ながら次の初めての活力にさせていただきます。またお会いできたらとっても嬉しいのだ。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。